どうもこんにちは。今回の解説テーマはこちらです。今日本の暗号資産の世界で地殻変動とも言えるようなとんでもなく大きなルール変更が起きてるんです。これ実はただの国内ニュースじゃなくて、世界中の投資家にも影響しかねないめちゃくちゃ重要な動きなんですよ。いや、これ決して大げさな話じゃないんです。今、日本の規制当局が下そうとしているこの決断が、このマーケットの未来そのものをもう根本から作り変えようとしてるんですね。このものすごい数字、何だと思いますか？これ、実は日本の暗号資産交換業者に預けられている資産の総額なんです。5兆円ですよ、5兆円。これだけの規模の市場が今、全く新しいルールの下で動き出そうとしてるってわけです。じゃあ早速、その中身を一緒に見ていきましょこの話の発端はですね、2025年の12月10日。この日に日本の金融庁がもうこれまでの暗号資産に対する考え方をぐるっと180度変えるような歴史的なレポートを出したんです。まさにルールブックが書き換えられるその瞬間でした。じゃあそもそもなんで今こんなに大きな変更が必要だったんでしょうか。その答えはすごくシンプルで、これまでの法律と今の市場のリアルとの間にものすごいズレが生まれてたからなんです。特に見てほしいのが、この数字、86.6%。これ、日本で暗号資産を持ってる人たちが、将来値上がりするのを期待して取引してるっていう割合なんですね。つまり、ほとんどの人が、もう決済の道具としてじゃなくて、投資の対象として暗号資産を見てるっていう、動かる証拠なわけです。いやでもここで不思議に思いませんか？みんなが投資として見てるのに、なんで法律はそうなってなかったのか。これまでのルールって暗号資産を主に支払い方法の一つみたいな感じで捉えてたんで、僕らみたいな投資家を守る仕組みが正直全然足りてなかったんです。その結果、市場はまるで西部劇のワイルドウェスト、つまり何でもありの無法地帯みたいな側面があったんですね。そこでこの状況を解決すべく、ついに新しい法的な枠組みがいわば主役として登場するわけです。市場のリアルな姿に合わせた強力なルールの誕生ですね。この比較を見てもらうと、変化の大きさがもう一発でわかります。左側の古い法律だと、暗号資産は電子マネーみたいな決済手段だった。でも、右側の新しい法律、金融商品取引法の下では、株式とか債券と全く同じ投資商品として扱われることになるんです。これ、ちょっとした修正とかじゃなくて、もう根本からのパラダイムシフトなんですよ。じゃあその金融商品取引法、通称金商法って一体何なのかっていうと、これはもう株式市場とかをがっちり取り締まってる投資家保護の王様みたいな法律です。暗号資産がこの法律の傘下に入るっていうのは、例えるならですね、無法地帯だった開拓村がいきなり厳格なルールで守られた近代都市に引っ越すみたいなもんなんです。よし、じゃあここからはこの新しいゲームのルールが具体的にどんな変化をもたらすのか見ていきましょう。これ僕たち個人投資家はもちろん、市場を動かす大きな組織にとってもすごく大きな意味があるんです。まず、僕たち個人投資家にとって一番大事なのがこの3つの保護ルール。今まで結構グレーゾーンだった未公開情報を使ったインサイダー取引とか、価格を不当に操る相場操縦。これがはっきりとダメって禁止されるんです。さらに、プロジェクトの情報開示も義務になるんで、市場の透明性とか公平性がもう格段にアップするはずです。さらにですね、SNS なんかでよく見かけるちょっと怪しい投資グループとかアドバイザーにもついにメスが入ります。無登録でアドバイスしたら罰則がもっと重くなって、懲役は最大で5年。しかも規制当局がこれ詐欺だって思ったらすぐに活動を止めさせることもできるようになるんで、市場はよりクリーンで安全な場所になるでしょうね。そしてここからがこの市場の景色をガラッと変える話です。そうです。ついに伝統的な金融の巨人たちが本格的にこの世界に参入してくるんです。このスライドが示している通り、今までガチガチに制限されてた銀行とか保険会社が暗号資産を直接持ったり、子会社を通じて取引サービスを提供できるようになったりするんです。これどういうことかというと、暗号資産市場に国から本物のお墨付きが与えられて、Web3 の世界にとんでもない額のお金と信頼が流れ込んでくる扉が今開かれたっていうことなんです。
さて、ここまで新しいルールの話をずっとしてきましたけど、ここからは、じゃあこの変化が未来にどんな波紋を広げていくのか、その光と影、両方を見ていきたいと思います。このチャートが未来の成長ポテンシャルを見事に表してますよね。新しいルールで信頼性が上がれば、年金基金とか巨大な資産運用会社、いわゆる機関投資家からのもう桁違いの資金が流れ込んでくることが期待できるんです。その規模は今の個人投資家が中心の市場をはるかに超える可能性があります。そして市場が最も期待している成果の一つがこれです。暗号資産が正式な金融商品になることで、ビットコインの現物 ETF、つまり証券取引所に上場する投資信託が日本でも承認される可能性がぐっと高まるんです。これがもし実現したら、もっと多くの人が普段使っている証券口座から気軽にビットコインに投資できるようになる。もう普及の大きな起爆剤になるのは間違いないでしょうね。ただ、もちろん良い話ばかりじゃありません。この厳格な規制には当然ながらコスト、つまり代償が伴うんです。一番大きな影響を受けるのは暗号資産の交換業者、取引所ですね。彼らはこれから証券会社と同じレベルのものすごく厳しい基準をクリアしないといけなくなる。そうなるとコンプライアンスにかかる費用がもう天文学的に跳ね上がるでしょう。つまりどうなるかっていうと、体力のない中小の取引所は残念ながら淘汰されて、大手の金融グループによる買収なんかを通じて業界の再編が進む可能性が非常に高い。市場は安全になるけど、もしかしたらその多様性は失われてしまうかもしれないんです。さあ最後にですね、ちょっと視点をぐっと上げて、この一連の動きがもっと大きな視点で見ると何を意味するのか考えてみましょう。これってただの規制強化じゃない、世界に向けた日本の国家戦略そのものなんです。そう、日本の狙いははっきりしています。今までのワイルドウェストみたいな評判はもう捨てて、世界で一番成熟してて信頼できる暗号資産市場を作ること、そしてそれによって世界中の才能とか資本を日本に引き寄せて Web3 時代のグローバルな中心地になろうと、そういうことなんです。さてここまで見てきて、僕たちはこの問いに行き着きます。この厳格なルールは信頼と成長を育むための豊かな土壌となるんでしょうか。それとも新しいイノベーションの芽を摘んでしまう重い足かせになってしまうんでしょうか。日本のこの大きな賭けの答えはこれから数年のうちにきっと明らかになるはずです。今回の解説はここまでです。